AI で 3D モデルを生成すること自体はもう珍しくなくなってきました。今日ご紹介するハイパー 3D ロダン Gen 2.5 は5月20日にリリースされたばかりの最新バージョンです。実際に試していて印象的だったのは、生成して終わりではなかったことです。今回使われているのは1000万ポリゴンを超える高密度な 3D 生成技術。肌の質感や細かなディテールまで保持したまま、かなり精細なモデルを作れるようになっています。さらにテクスチャーの表現も自然で360度どこから見ても破綻しにくい。単純な AI っぽい 3D というより、実際の制作工程に組み込めるレベルに近づいている印象でした。しかも今回驚いたのは、生成後のモデルを後から編集できたことです。つまり AI が作ったものを人間側で仕上げていくっていう制作ワークフローがかなり現実的になってきています。特に 3D プリンターを持っている方は共感していただけると思うのですが、出したいものはある。でもそのための 3D データが作れない。ここが一番大きな壁なんですよね。サイトを探しても欲しい形が見つからない。ブレンダーを開いてみたけれど操作が難しくて止まってしまった。結果としてプリンターをあまり動かさなくなってしまう。そういう経験ある方も多いと思います。でも今回画像1枚からちび魔導士を立体化してそのまま 3D プリントまで完成させることができました。しかも今回はシンキングエフォートという生成強度の違いによってどこまで品質が変わるのかも比較していきます。軽量モードと高品質モードで何が変わるのか、どこまで実用レベルなのか、実際にプリントするとどう見えるのか、このあたりも含めてかなり実践的に検証してみました。またゲームや映像制作向けのツールとしても連携できるので、 3D プリント用途だけでなく幅広い制作ワークフローにも対応できます。今回は画像1枚からの 3D 生成、シンキングエフォートの比較、モデル編集、3D プリント向け調整、実際の出力結果まで一連の流れをまとめて見ていきます。最後まで見ていただくと、画像1枚からちび魔導士が手のひらに乗るところまで、ロダン Gen 2.5 の使い方が一通りわかります。それでは 3D 生成 AI の最前線を一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは 3D プリンターや生成 AI などものづくり周りの新しいツールを実際に触りながら検証しています。こういう制作フローに興味がある方はぜひチャンネル登録しておいてください。それでは実際に作っていきましょう。まずは画像を渡して 3D に生成するところからです。今日作っていくのはこのちび魔導士さんです。ロダンに画像を1枚渡します。イメージ to 3D、画像から 3D を生成する使い方ですね。ここでロダン Gen 2.5 が面白いのが、シンキングエフォート、どれぐらいの時間をかけて生成するかを選べるところです。発想としてはチャット GPT でどれぐらい考えてもらうかを選ぶのとかなり近いです。短時間でたくさん生成することもできますし、時間をかけて細部までしっかり作り込むこともできます。5段階あって、一番早いエクストリームローは4秒、ミディアムは20秒、一番高品質なエクストリームハイは80秒という感じですね。今回は同じちび魔導士の画像を使ってエクストリームロー、ミディアム、エクストリームハイ、この3パターンで実際に生成してみました。どれくらいの差が出るのかまず見比べてみましょう。並べて比べるとそれぞれのモードの違いが見えてきます。早いモードほどシンプルな形状より、時間をかけるほど表面の情報量や細部の密度がかなり増えてきます。この星座の模様や帽子のお月様の形などがそうですね。では5段階それぞれどんな時に何を選ぶか、こちらに整理しておきますね。今日自分が作りたいイメージに合わせてこのモードを選んでみてください。そして生成時にはもう一つ、仕上がりの方向性を細かく調整できるプリセットがあるんですよ。
今回のちびま同士作るときはどういうプリセットにしたかというと、マイクロ、フェイスフル、シンメトリック、ディテールドをオンにしてます。細かな表面のこの表現を残しながら元画像の印象をできるだけ維持する方向にしてもらってます。で、よく使う組み合わせはプリセットとして保存しておけるので、毎回設定し直さなくても大丈夫です。そしてどのモードでも最大10個まで並列で生成できます。ただしハイとエクストリームハイは10個未満での設定になります。例えばこれ背景に置くキノコや石のような小物を1個ずつ作っていたらかなり時間がかかります。この魔法のキノコはまさにそうやって10個まとめて生成しました。同じプロンプトでも少しずつ形が変わるので気に入ったものを選んで使えます。ざっくり数を揃えたいときはエクストリームロー、しっかり作り込みたいときはエクストリームハイ。用途によって使い分けられるのがロダンジェン 2.5 の面白いところですね。今回は 3D プリントまでしっかり仕上げたいのでエクストリームハイで生成しました。ここからさらに生成したモデルを調整していきます。ここから生成したモデルを少し調整していきます。3D 生成 AI を使っていると、ここだけ少し直したいって思うこと結構ありますよね。ロダンはその調整を別のソフトに持っていかずにそのまま続けて行えるのが面白いところです。ここで紹介するローカルエディットとバングトゥーパーツは Gen 2のバージョンの頃から積み上げられてきた編集機能です。Gen 2.5 では生成スピードやジオメトリ周りが強化されていますが、こういった編集機能も引き続き使えるようになっています。一つ目の編集機能がローカルエディットです。これは出来上がった 3D モデルの一部分だけを後からプロンプトで修正できる機能です。操作はシンプルで、編集したい部分をバウンディングボックスで囲って、ここに星と月の装飾を追加してという風に指示を書きます。そうするとその部分だけを再生成して調整してくれます。このローカルエディットは後から行うリトポロジーの前段階で使う機能です。リトポロジーを実行した後はプロンプト編集ではなくブラシによる手作業のメッシュエディットに切り替わります。なので AI による部分修正は先に、最終的なメッシュ整理は後でという順番になります。もう一つの編集機能がバングトゥーパーツです。モデルをパーツごとに自動分解する機能です。これは生成した 3D モデルを意味のあるパーツ単位で自動分解してくれる機能です。今回分かりやすいようにバイクのモデルで試してみます。実行するとタイヤ、フレーム、ハンドル、シートという風にパーツごとに自動で分かれていきます。単純にメッシュを切るというより、これはタイヤ、これは本体という意味を理解した上で分けてる感じですね。例えばパーツごとに塗装したいとか、一部分だけ修正したい、別素材で出力したい、こういう時にはかなり便利です。一つ補足すると、パーツごとに STL を分けたい場合は GLB で書き出してブレンダー側でパーツごとに STL をエクスポートする形になると思います。必要な編集が終わったら、ここからはこのモデルを実際に使いやすい形に整えていきます。出てきた直後のモデルは見た目としては完成しているように見えても、内部のポリゴン構造はまだ少し粗い状態です。なのでここでポリゴンの流れや密度を整理して用途に合わせたメッシュへ変換していきます。この工程を 3D ではリトポロジーと呼びます。選択肢は3つ用意されているんです。スマートローポリ、トライアングル、四辺形メッシュです。今回は曲面をできるだけ綺麗に出したいのでトライアングルで進めます。で、トライアングルを選ぶとポリゴンの密度を自分で決められます。ポリゴン数が増えれば増えるほど細かい凹凸や曲面の滑らかさをより形として残せるようになります。ロダンジェン 2.5 では最大1000万ポリゴン超まで上げられます。今回は 3D プリント用にできるだけ細部を残したいので1000万ポリゴンで進めます。で、5分から10分ほど待つとポリゴンの流れが整理されたメッシュが
生成されてきます。ここは少し時間がかかりますが、その分細部の情報量はかなり増えてきます。さて、メッシュの整理が終わったので、次はモデルの見た目、テクスチャーや質感を見ていきましょう。3D プリントだけなら形さえあればいいんですが、ゲームや映像で使うとなると、テクスチャーの質がそのまま仕上がりに直結します。これ360度回しながら見てください。ローブの襟元、金の縁取りが途切れずに一周回ってますよね。で、裾の金の装飾もこの正面から背面まで自然につながってます。この後からもし平面の絵をペタペタと貼り付けていくというより 3D の形そのものから色や質感が作られている感じなんです。だから形と一体になっていて360度どこから見ても破綻しにくい印象です。これがロダン Gen 2.5 で強化されている 3D ネイティブ PBR マテリアルズの考え方です。単純に表面へ画像を貼るというより立体の形状と一緒に質感が作られていくので角度を変えても自然さが崩れにくくなってます。このテクスチャーを活かすならやはりゲームや映像制作との相性は良さそうです。ロダン Gen 2.5 にはブレンダーやユニティなどそのままモデルを送れる連携機能も入ってます。今回は 3D プリントがゴールなのでここから先はエクスポートして実際に印刷していきます。エクスポートは STL、OBJ、FBX、GLB から選べます。しかも書き出し時に高さが指定できるんですよ。で、スライサーがね、毎回サイズ調整しなくていいのは便利です。今回は 3D プリント用なので STL で書き出します。書き出したデータをバンブースタジオに入れてスライス。プリンターは A1 ミニで印刷していきます。そして印刷したのがこちらです。これ思い出してほしいんですが、最初はたった1枚の画像でした。帽子の三日月とかローブの金の装飾体、星座の刺繍、髪の流れ、参考画像に入ってたディテールがちゃんと立体の表面に落とし込まれてます。今回はこれイーサーのコッパーシルクで印刷してるので落ち着いた光沢が入ってファンタジーの雰囲気とも相性がいいですね。画像1枚からここまで形になると3D モデルを作るというハードル自体がかなり変わってきているのを感じます。特に 3D プリンターはあるけど作るデータがないというところで止まっていた方にはかなり面白い変化かもしれません。実際に試してみたいよっていう方は概要欄にロダンのリンクがあります。そして14日間の無料トライアルコードも用意されてますので、コードこれですねを使ってぜひ触ってみてください。もし皆さんも試してみてここは便利だった、ここは難しかった、こういう機能が欲しいみたいなことがあればぜひコメントで教えてください。実際の使用感としてロダンさん側にもフィードバックしていきたいなと思ってます。このチャンネルではこうした 3DAI や 3D プリンター、モデリング、ものづくり周りのツールや制作工程を実際に触りながら検証しています。これ実際どうなんだろうを一緒に試していきたい方はぜひチャンネル登録をしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。